Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディ・オーグです。今日はね、熱を取るような爽やかなサラダ、しかもこれ私ね、教わったのは杉村春子さんから教わったんですね。今やもう本当に上でこう私たちを見てくれてると思うんですが、私はね、中学に入ったぐらいかな、 NHK の「明日の家族」っていう番組でご一緒するようになってからいろいろ教わりました。日本語というものの美しさもお話から教わったし、マナーも教わったし、中村芽衣子さんと杉村春子さんが私のいわゆる日本文化へのいろいろなことを紹介してくださる師匠だったんですね。ということで今日はトマトのサラダ、しかもねちょっとおしゃれな感じなんでご紹介しましょう。まずね、ものをいろいろ、そんなにたくさんいらないのよ。だからトマトね、あんまりちっちゃいとねボリュームがないので、甘そうで赤いのを、用意しました。1人は半分だから、これだったら6人分ですね。そして大葉、使い切れなかったこれシャッ切ってペーパータオルにちょっとこう示してですね、袋に入れていくと割と長持ちいたします。それと玉ねぎで、これはもうあらかじめ切ってさらして、それからみじん切りには至らない、もうちょっとザラッとしてますね。そしてオリーブオイル、お醤油、ごま油、それで溶さず、そして甘みをどうしようかなって思ったらちょっとだけ私オリゴ糖を用意しておきました。これで何をするかっていうと、トマトステーキを作るの。では始めましょう。ではまずトマトを切るからいきましょう。これなんでね先にトマトを切っていくかというと、焼くんですね。トマトっていうのはちょっとだけオリーブオイルをフライパンに伸ばしてで焼くことによって甘みがすごい倍増して少し香ばしくなったら美味しくなるんですね。ではまずトマトちゃんを切りましょう。でトマトってよく皆さんご存知のようにナイフが切れないので、これはちゃんと研いでおきました。これね、トマトね、真横に切ります。あらま、よく切れること嬉しいわね。はい、こうやって切りました。そしたらヘタはこちらの方はもう取っときますね。フルーツナイフで取るとねよく取れるのよ。取らない人もいますけどね、綺麗に可愛い感じでって言いますけど、まあ一応取りました。では先にヘタを取るとべちゃっとなっちゃうから、やっぱり先によく切れます、ね。さっきね研いだの。皆さんがね「ジュリーさん切れないんですよ切れないんですよ」って、それはねナイフを扱うのは得意の版画家に聞いてくださいって言って版画のナイフを研くものではありませんでしたけど、ちょっと研ぎましたら切れるようになりました。はい、取りましたよ。それでは4つでやることにしましょうね。もうフライパンそれ以上入れちゃうとダメだから。このトマトをフライパンで焼きます。それではオリーブオイルを敷きましょうね。オリーブオイルを敷きました。でこれトマトを焼くときにオリーブオイル敷きますけれども、後でまた登場するの。オリーブオイルちゃんがちょっとね油をしっかり回して、はい、表面きれいになりましたね。艶やかです。ではトマト大きい方からいきますね。これね反対側からいくの。跳ねますよ。跳ねるけどもそれが美味しいんだわさというすごい言葉になりましたけれども、これを焼きます。はい、出します。そんなに強くなくていいのね。中火ぐらいです。最初入れる時にビャーってなるので、それでびっくりして後ろにジャンプしないでね。入れてもこのぐらいしか飛びませんので。そして中が少しこう煮えることによって味がグッと締まってトマトは味アップするんですね。これを見ていただくと分かるように少しシワになってくるの。火が通ったなと思ったらもう出して、今度バットで全部冷やします。冷やしている間にソースを作りましょう。でさっきの話途中まで聞きましたけれども、杉村春子さんが私にいろんなお料理を作って教えてくださるんですけれども、これがその中の一つね。夏にはねトマトは熱を取るからすごくいいのよって、やっぱりねおばあちゃんの知恵っていうの昔からもともとあったんですよ。それみんな忘れちゃってるだけであって、本当はもう昔からきゅうりは食べるといい、ね、夏にスイカは食べるといい、トマトを食べるといいということをねおばあちゃんたち皆さんおっしゃってたのよ。だからそれをね思い出しながら今日は
ちょっとトマトをやるんですけれども、トマトもともと観賞用、最初は美しい美しい、もう丸くて可愛いわなんて言ってたんですけど、それがある人誰かがお腹空いてて美味しそうだなと思って食べちゃったら美味しかったっていうところから始まったらしいですが、そのトマトが日本にも入ってきて、最初もやっぱり観賞用で、あんですから上がってきたんですけれども、ヨーロッパでそのいろいろなそのお料理に普及する前にもあの人たちは観賞で素敵だと思ってたら日本でも観賞用してたけど、食べるようになったらじゃあそこ日本も食べようっていうふうになったのがトマトのどうも歴史だそうですね。それでじゃあトマトがどうなってるか見ましょう。ほら見て見て見て、自分で自分を蒸している。よおきれいきれい、おきれいきれい。最後にねちょっとだけねやっぱり休憩していいんですよ。ほら見てください、こんなきれいです。はい、でこっちからもう一回だけちょっと火を通したらバットに移して冷やしましょう。これね余熱でいいかもしれない。これやってる間に上からかけるソースをやりましょう。皆さんには前に言ったと思うんですが、こういうふうにねまな板がね動いちゃう時は下にこうやって1枚濡れた布巾を入れると動かない、しっかりする。1人1枚2枚っていうふうになるので4個あるからこれ全部使っちゃいますかね。1234、まあいいか、5枚ですごい緑になっちゃうよりこのぐらいの方がアクセントになるので OK です。じゃあこれを切りましょう。もったいないんですけどさよならしますね。これはねソースの中に混ぜる方に入れちゃう。最後にちょっと飾り上にねちょんちょんとのせるのは残しておきましょう。これはソースの中に入れちゃう。すごいナイフが切れるんだけど磨きすぎ、いや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 、まあそれもありでしょう。おかしい。切れなかったナイフから突然切れる包丁になると背筋がグニュグニュってなんていうの、寒いような感じがしますよね。はい、では玉ねぎを入れます。玉ねぎは1つ2つ4人いますからね、1人にだいたいスプーン1個だというふうに考えていいです。もうちょっとあってもいいかな。 OK でここにとさず入れます。そしてごま油入れます。でごま油を入れた時にこれの味がどうかなってなことを自分でちょっと試してみる。でここでこのあらちょっとやっぱ塩気が足らないなって言ったら醤油が登場します。ちょっと待ってね。美味しいんじゃない？美味しいけどもうちょっとねお醤油足してあげるとねもう少しピリッとなるかもしれない。そうでしょう、そりゃそうですよね。味加減っていうのはこういう時に加減を取るっていうかで、今に砂糖を混ぜると甘い、もう完全に甘いとこいっちゃう。でちょっとお醤油足すと突き出しの味になる。今突き出しの味になりました。見たらちょっとこれ2人分しかなかった。倍入れましょう。だからさっきの倍ですね。これ4さじ入れたから123 4、このぐらい入れるっていうことですね。そうするととさずもそのぐらい入れなきゃいけない。私ねいつもねアバウトな人なのよ。で皆さんお困りになるの。入れますよ。とさずも倍ね。そしてごま油のも今の約倍を入れますので同じぐらいね。さあ味をもう一回見てみましょう。ちょっとめちゃくちゃ美味しいんだけど美味しいんですけど。ではトマトもいい感じに揚がりました。先にね本当はこれ揚げないといけないんだけど今日はねガラスのお皿にすることにしました。ここにさっき火を通したトマトを揚げて冷やしましょう。冷蔵庫に入ってもらいますよ。あなたどっか行かないでね。でこのソースもったいないからここに入れちゃいます。でこれはちょっとお休みいただきましょう。冷蔵庫で休んでもらいます。
今冷蔵庫に入れました。30分ぐらい冷やします。そうするとね、美味しい。それではトマトの盛り付けをしましょう。トマトをまず、下にねちょっと色をつける意味で横にはみ出るように置きますね。ちょっとね、この大葉をのせるとね美味しそうに見えるから。杉村春子さんに教わったソースを上からかけます。美味しそう。これも箸でやらないといけないのよね。出来上がりました。これね、パンと食べても美味しいのよ。これちょっとね切ってね、またワインでもいいですし、ワインを飲めない方はスパークリングウォーターでもいいかもしれませんね。ちょっとレモンを落として。それではトマトの夏のサラダいただきます。杉村先生、いただきます。見てますか？当初私は15歳でした。14歳から15歳の間を撮影してましたね、あの時ね。うわ、見てこのトロトロ。こうすっごい美味しいんだけど、もう死ぬほど美味しいんですけど、パンにのせてもいいのよ。ちょっとねこうやって少しこのように。でもう柔らかくなってますからね、まるでペーストのようにちょっとこう伸ばしていただけるのよ。もうねくたくたになってますからね。美味しゅうございます。これでワインがあると最高ですね。夏にはぴったり。ぜひともお召し上がりくださいませ。杉村春子さんに教えていただいた突き出しに彼女をお使いになってたんですけれども、ちょっとこうやってパンを添えて洋風に飾れば、またワインでちょっと語りながら次のあったかいご飯まで時間稼げる、そのぐらいの美味しさがあります。というわけで今日は焼きトマトの夏のサラダをご紹介いたしました。ご意見ください。それからね、チャンネル登録どうぞなさってください。お待ちしております。それでは皆さん、この人寝てる。ちょっと一緒にね。チャオ。